おはようございます。おはようございます。入っていいですか？今日よろしくお願いします。お願いします。丸一日。はい、お願いします。いつも何時ぐらいに起きるんですか6時半前には。6時半前までには。ああ、じゃあちょっと起きたぐらい。はい。ちょっと前。はい。髪はもうなんか整えたんですか？髪やりました。いろいろルーティンとか見ていけたらって思うんで。はい。はい。プロテインとかってなんでしょう、ちょっと多めに飲んだりとかするんですか？そうですね。ちょっと多めになります。いつもこの温度ですか？エアコンは。いや、ちょっと今日調子乗りました。寒いっす。何ですか？18度ですか？いや、23です。23。いつも25ぐらいなんですけど、暑くて昨日。ああ。そのまんまいっちゃいました。いろいろ試したんですけど、はい。おにぎりとかゆで卵とか、一番手っ取り早くて、あれですね、気持ち悪くならないです。起きた時今日体調いいなとか悪そうだなみたいなあります？あります。今日はどうですか？いやー、今日超悪いですね。悪い。寝れなかったです。寝やすやばくて。暑くてですか？はい。アイシング。そう、アイシングはしますね、朝から。まだ腫れてて痛いね。でも名古屋まであと2週間ぐらいじゃないですか？はい。大丈夫です。握ったりはできるんですか？握ったりはできないです。押します。でも相変わらずお部屋なんもないですね。なんもないです。なんもないですね。ショー教習所のあれですね、症状っす。みんなもらえるやつですか？優秀な人がもらえる。まあそうですね、全員ももらえてなかったです。お金をもらう？いや、お金じゃないです。回し無料券みたいな。回し無料でもらえますよって買えますよ。はい。回しっていくらするんですか？いや、わかんないです。プロになったら親方が用意してくれてる。そうです。毎朝起きてスマホチェックってどういうものを見るんですか？スマホですか？スマホのLINE 返したりとか、なんか SNS 見てます。ニュースチェックとか。ニュースチェックですか？なんかおもろいニュースおもろいニュースはたまに流れてくるんで、それを見てます。天気予報とか。天気見ますね。いや、ちょっとゲームハマっちゃったんで。ゲーム？久々に何やってるんですか？スイッチ買っちゃったんですよ。2じゃないですよ。今時期にはい。2じゃなくて最初のスイッチを買ったんですか？普通のスイッチ買っちゃって、なんかノリで買っちゃって。ノリで？はい。どんなノリなんですか？ノリでスイッチ買っちゃって、普通のやつ。何やってるんですか？竜を読します。自分ちっちゃい時父親がずっとやってるのを見てて、めっちゃ面白そうでやりたくなっちゃって、それを、そのためだけに買いました。1ヶ月前ぐらいですか？1ヶ月前。じゃあ2の発売直前。そう。わざわざそのスイッチ2がなんか応募みたいになってる時に、普通のスイッチ買いに行きました。やっぱ膝もまだ痛みがあるんですか？痛いっす。そうなんですか。
でこう動かしたりとか、はい、こう上後ろ揉んだりとかしないと詰まっちゃう、なんか感覚的に、入った頃はまあとりあえず関取になるっていう目標だったと思うんですけど、はい、今はどんな感じなんですか？今はそうですね、やっぱそれを維持しながらやっぱりなんですかね、もっと上にやっぱ上がっていきたいですね、やっぱ、でもなんかマジで強いですよ周りが幕内力士の重量士マジで強いです、なんかもう体がやっぱり支度部屋でやっぱりあるじゃないですか、はいはい、結構見るんですよ、はい、アップとかこうってそれもなんかいろんなアップの仕方とかあって、すげえなと思って、体がでかいですね、めぼしいと思いながらいやでも狼雅関と稽古場でやって勝ったりもするじゃないですか。いや稽古場なんです狼雅関とめちゃくちゃやっぱ支度部屋ですごいですね。あ、そうなんだ。狼雅関すごいです。何がアップがすごいです。アップがで汗かいてるんです。でもそんなアップでわーって汗かけないですもん。稽古ってまあ週6とかでやってると思うんですけど、はい、その日その日でなんか今日はこれを頑張ろうみたいなテーマみたいなのあったりするんですか？まあでもやるべきことをこなしていくことが、一番なんていうんですか、目標というかこなしていくことが自分の中で大切だと思ったもん。基礎運動とかをサボらずにしっかりとこなしていって、ここからなんかプラスいろんなことやっていくので。でも髪結構伸びましたよね。伸びました。まだ曲げいけないんですか？もういく。9月場所ぐらいが目処とかなんですかね。1年ぐらいだと。ぐらいですよね。シャワーですか？あ、シャワーです。シャワーもいいですか？シャワーダメです。必ず稽古前にシャワーを浴びるんですか？浴びます。なんか意味あるんですか？慣れというか浴びなきゃ回し負けない体になっちゃいましたそれいつからのルーティンなんですか？近代の時からです。時から近代全員なんか、浴びるんですよ、稽古前全員。朝はなんか三田関のことで何かやることはあるの？回しとか回しの手伝い。ドリンクとかは自分で作ってます。夜シェイカー洗って持ってって朝自分で作ってます。確かに付き人になってるのどれぐらい？
2ヶ月ちょいぐらいです。2ヶ月。なんか変わったことある？相撲が変わった。相撲が変わった。寝た時にアドバイスとかもらって、今寝たりして。やっぱ付き人とかつくとより教えようとかってなったりするんですか？そうですね、はい。おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい。順調です。はい。はい。
顔の形高いぞ、ちょっと。はい。上がんない、ほら。よしです。はい。どうも、どうも。半分ぐらい。はい。
はい、できます。はい。いいかな、せーの、1、どうも、お疲れ様でした。卒業してください。お疲れ様でした。どうぞ。どうした。お疲れ様でした。どうした。手越しあれ何飲んでたんですか？家とクレアチン。上で作ったんですか？これ作りました。全然でも足りないんじゃないですか。 2リットル余裕で飲み切っちゃいました。今の稽古で。はい。相撲取る稽古だったらもっといけるかもしれない。今日は相撲取らないバージョンの稽古で。そうです。この後はどうするんですか？この後シャワー浴びます。シャワー待ち。シャワー待ちです。番付上から行くから、はい。今狼雅関を待ってるって感じ。そうです。結構稽古後ってぐったりなんですか？ぐったりです。もう相撲取ったらもっとぐったりだと思います。しんどいね。なんかその重荷を担いでのすり足の時なんかすごいきつそうですよね。でもやっぱさすがだなと思って、なんか待ってる時もずっと四股踏んだりとかしてますよね。そうです。思考は100回は毎日踏もう。朝の基礎運動以外にもうプラス100そこで踏んで。あれ基礎運動の時って何回やってるんですか？150と30、180です。180プラス100やってる。ぶつかり終わった後50頑張ってる。さらに。はい。もう330ぐらい。そんなプラスで踏むようになったのっていつぐらいからなんですか？プラス100踏むようになったのはあれからです。関取上がってからそうなんですか。はい。それまではみんなと一緒だったぐらいですか。あとはなんかその関取になって稽古って変わったことありますか？胸出すことが多くなったかなと思います。もうなんか見てて気持ちいいぐらい体重かけてますよね。残り腰も大事なんで、残るのも結構なんで。今日の三田関のやつはきつかった？狼雅関は重いじゃないですか。三田関は低いんで出すのがなんで土俵際まで押してから押しきれないですね。自分の高さのもう一個下に来るんで、それがしんどいですね。あと引っ張りですか、引っ張りが動くのが早いんで、ありがたいです。ありがたいですけどやめてほしいです。出てます。もうここであれです。出てます。お風呂。はい。じゃあ。
どう三田関と一緒に稽古をしてて。いややっぱ似たようなことしたいなと思っちゃうんですよ。だからスクワットあれ持って自分もやりたいですけど、まだそのリハビリの先生にいいって言われないとできないんで、まあいいって言われたら、一緒にトレーニングしてみたいですね。同じようなメニューとか。は近くで見ててどう？い。いやマジすごいっすよ。でかいっす。でかい。自分より一回りでかいんで、二回りぐらいでかいんで。身長は？自分の方がでかいかもしれないですけど、やっぱオーラがでかいんで、はい。そうっす。体重でも127ぐらいって言ってた。自分も123ぐらいです。あ、そうなの、そんな変わらないんだ。はい。だから低いのにそれだけあるってことは、はい、詰まってる。そうっすね。すごい詰まってると思います。腕とか見てて太いなって。ぶつかりとか見ててどう？いやマジ低いっす。立ち合い早いっす。あとどういうところ見ててすごいと思う？いややっぱ面倒見っていうかやっぱなんていうんですかね、周りよく見てるなって。確かに。怪我した時も大丈夫かみたいな、なんかちょっと自分が無理しちゃってる時とかも、まあ無理せんでいいからって言われてくれるんで、お疲れです。あ、やっぱちょっといい匂いしますね。しますね。いい匂いしますね。失礼します。ここからはどういう時間ですか？とりあえずちゃんとできるまではい。待機です。待機。はい。今怪我してからは、超音波です。超音波。これは、後援会長の真島会長から、貸していただいて、骨の治りが良くなる。はい。まあこれして、アイシングして、コロコロって。相撲を始めたのは、いつぐらいからですか？5歳です。5歳。はい。どのぐらいから俺相撲やってるなみたいなこう認識をし始めたんですか？いや覚えてないですよ。遊びでやってたのが、なんか四股踏んでたり、いつの間にか四股踏んでて、そうやってなんかこねてます。こねてる。はい、僕もちょっとわかんないです。言われた通りやってます。教えてもらった通りに。初めて出た大会とかっていつぐらいなんですか？小学校わかんない、なんか優勝した覚えはあるんですよね。なんかの大会で、それが初めての大会なのかもわかんないですよね。ただなんか優勝して調子乗ってた気がしますね。中学生はもうちゃんとやってるぞっていう。中学生は父親監督だったんで厳しく。お父さんはじゃあ昔相撲をやられてたんですか？高校までやってました。でやめられて、中学校とかはじゃあもう相撲一本ですか？僕ですか？僕も相撲一本です。ずっと。その頃は相撲やってて楽しくてやってる感じですか？いや楽しい。まあ頭悪かったんで、勉強めちゃくちゃ頭悪くて、でやっぱ相撲強くないとやばいじゃないですか、頭悪いのにでちょっと思ってきたんですよ。本当に勉強しても全然取れなかったんですよ。これやばいってなって、相撲で頑張るしかないんだみたいなってぐらいにできなくて、なんかよく頭良さそうって言われるんですけど、知ってるくらいです高校もそのまま行って、その時はもう高校でもうやめようと思ってたんですけど、お誘いいただいて大学から、ちょっと行ってみようかなと思って。
誘いがなかったらやめてました？誘いなかったら行ってないですね、絶対に。スカートはその1校だけだったんですか？近代だけ？いや、他にもあったんですけど。じゃあ高校は結構いい成績を残されてたんじゃないですか？そうですね、高校は。どういう成績ですか？まあ全国大会1年生の最後の大会で、体重別あるんですけど、その体重別で80キロ未満で優勝して、でもそこからなんかガラッと変わりましたね、いろいろ。大学入った時はもうプロに行こうみたいなのあったんですか？いや、大学入ってからは、大学で辞めようと思ってます。絶対に。それなんでですか？やっぱ厳しい世界じゃないですか。なんでプロ入ったんですか？ほとんどの人は多分持ってると思うんですよ、大相撲の世界どんな興味あると思うんですけど、大学生とか相撲やってる人は、僕もそれ一応あって、どんな世界なのかで、やっぱ一つもあれじゃないですか、そのご縁、相撲部でのご縁がなかったら自分も入ってなかったと思うんですけど、まず自分のその友達がいるじゃないですか、長友関がまずこの部屋に入ってるっていうのと、小学生の時からよくしてもらってる師匠がいるこの部屋、一回見てみようかなと思って、それがなかったら絶対入ってなかったんですけど。近代で全国一になったのっていつでしたっけ？4年最後。4年生、やっぱそのキャプテンとかが先方に出るのは、そこで勢いをつけるためみたいなことですか？なんですかね、なんか基本強いのを前に入れる。でも自分が多分先方向きだったんです。結構試合に出させてもらって、結構先方で後ろで勝つことあんまなくて、先方だったらブーよかった、合う合わないあるんで、やっぱり。でもその時は向こう自体は佐野関が来るとはなんとなく分かっていた。いや分かんないです。オーダー発表するまでマッチって人生で一番嬉しかったです。やばいです。なんか自分が勝ってこんだけ喜んでる人がいるっていうのがまた団体のいいところです。入門してもうすぐ1年ですけど、どうですかプロの世界は？いや厳しいです。学生の時だったらこういう怪我してもまあ試合出ないだけで別に何もないですけど、こっちの場所に出ないとやっぱ下がっていっちゃうんですけど、そこはもう厳しい世界です。しょうがないことです。どうですか見た時は？そのセンスあるので、センスある。とても良いと思います。これからどんどん上がっていく。全然上がっていくと思いますよ。どんどん人気が出て、すごい力士になると思いますよ。スピード、判断力、相撲なんていうんですかね、早いじゃないですか。その早いうちにパッていう行動すごいですよね。だから、例えば自分とかバランス崩すじゃないですか。もうその隙間をすぐ使うので、だからうまいですよね。
相撲は関係なく、はいここ直した方がいいよっていうのはあります？ないしね。ない、完璧。え完璧です。だって直すもんないっすよね。あ、そうです。まあ見本ですよね。見本っていうか、まあなんて真似するとこ多いですよね。三田関はうん。坂田さんにとってうん。どんな存在ですか？坂上にとってそうです。難しいっすよね。坂上にとってどんな人ですかじゃあ？どんな人？輝いてるよね。輝いてます。なんかいるだけでなんか空気感が変わる気もするし、その稽古中は締まるし、なんか人にも教えるし、周り見て気遣ってるし、稽古じゃない時もなんかいると周りが笑ってる気がするけどね。ありがとうございます。今からどちらへ？今からジム行きます。いつもタクシーですか？いやいや、今日ちょっと雨すごくて、はいはい。もう全然あれなんで、いつもは電車で行くんですけど、今どのぐらいのペースでそのジムとか行ってるんですか？今はそうです、週には絶対行くようにしてます、ジムには。普通のジムですか？そうです、今から行くジムと、もう一個のジム近くに、部屋の近くにあるジム契約してるんで、その2つ。なんですか、違いは何ですか？やっぱトレーナーさんがつくかつかないか、はい、やっぱついてもらった方が追い込めるし、なんか自分の知らないトレーニングをこうなんかやらせてもらえるんで、一番好きな筋トレのメニューって何ですか？一番好きは、ベントバーとか、こうラットプルダウンとかあるんですけど、背中が一番効いてる感じしますね。入ってる。はい。まあ胸も分かるんですけど、腕とか、まあ、基本分かるんですけど、背中が一番こうわーって熱くなってくる感覚が、それがいいですね。はい。きついですか？もうやめたいです。早い。いろんな方を見られてると思うんですけど、三田関のフィジカルってどうですか？運動神経めちゃくちゃいいので、でもともと自分でトレーニングってやり込んでたので、スタート時点で全然他の子と比べてもう上ですね、ベースが。あとね、ハートも強いですからね、心折れないですね。はい、よっしゃ。スピードね。2、3。遠藤君めっちゃ強いんですよ。これ。やばいっす。動きは速い。やばいっすね。力も強い。短くないし。お、オッケー。今のはこう
どこを鍛えてるんですか？全身なんですけど、はい。踏み込んだ時にはい。足首と膝と股関節を一気にあで力入れっぱなしなんで、その後しっかり脱力してキャッチしてっていうのをやります。40。多分近年代よりも肩いってしまいます。まだ余裕ですか？いやきついっす。まあでも一発ずつね。はい。で、まっすぐ。はい。こう入れちゃうと多分肩決まっちゃうかもしれないけど、真上に。最短距離。はい。体中から汗が。止まんないっす。わざと紺色着てきました。すごい。50。やっぱ鏡見てボディチェックしますね。ついてきたなとか。そうです。鏡はやっぱ大切です。いや、水早っ。3回目か4回目ぐらいですか。3倍ぐらい。今日ペースが早いです。親方の現役の時見てたりはしない？現役の時は見てないですけど、部屋をもう起こす時に、最初はこう胸出したりとかでやるので、ああ、親方自身が。その時鍛えてました。あ、そうなんですね。親方も強いですか？親方はウエイトあんま好きじゃないです。そうなんですよ。多分普段今までやってなかったようなことをやってたんで。でもね、やってましたね。はい。こういうインターバル中にずっと喋る人はいます？はい、います。メガネをかけたりして。メガネあの人かな。一緒に来たらもう大変ですよ。なんか軽々とやるから簡単そうに見えちゃうんですよね。軽くないですよ。めっちゃきついです。全身使うです。バランス保ちながら。下開けろよ。9。そうそう。オッケー。はい。気になるんです。全然。まあ今からって初めてこんな重さです。ね。60までぐらいしかね。その前は。いろいろ見られてる中でも真面目な方です。はい。もう本当にちゃんと自分のためにやってますよね。やらされてないですよね。
3、4、多分5、そう、今ぐらい。汗だく。やばいっす。やばい。びちょびちょ。ああ、汗だね。汗だ。これやっぱ最初会った時から全然でこうなりましたよね。そうっす。全然違う。質のいい筋トレしてるっす。おお。もう3本目がなくなった。これ600っす。瞬間的にやだ。反対に3、そう、5、OK、OK です。どこがどこいですか？腹筋ですか？腹筋です。大きいからね、負荷が普通の人よりも全然重いと思う。釣りました？はい。そう、肩出して3、4、5、OK、終わりですか？終わりだ。どうでした？お疲れ様でした。どうでした？じゃあシャーベでいきます。もう結構飲みましたよ。2.5 リットルぐらい。2.5 ぐらい飲んでるんですよ。すごい。その分やっぱ出てるんで汗。多分これ絞れるっす絶対この T シャツ。あ、確かにびちょびちょ。はい。質問来てたんですけど、はい、トレーニング後におすすめな飲み物とか食べ物って何かあります？プロテインです。はい。さっき飲んでたやつ。飲みました。ご褒美的にこういうの食べてるとかもないんですか？はジムの近くに牛タン屋さんがあるんですけど、その牛タンを食います。牛タンでまず米3杯ぐらいいくんですよ。最後とろろでサッといきます。めっちゃうまいっす。まあ今日は朝稽古もしっかりして、はい、飯食ってまたすぐジム行って、はい、今疲労度ってどんぐらいですか？疲労度ですか？体ぐーっと重いですけど、はい、まあ、お風呂入ったら治っちゃいます。まあでも常にその疲労度と付き合いながらやっていくっていう感じですか？はい、そうです。まあ、たまに休みながらみたいな。稽古は絶対するんですけど、筋トレ抜いたりとか、もうめっちゃ寝たりとかしてうまく付き合いながらやってます。これが夜団子ができるまで就寝ということですね。はい、そうです、おやすみなさい。三田君ってどういう人なの？まあなんていうんですか、明るいじゃないですかね。明るい？明るい、はい。なんかずっとちゃんこ中とかもずっと話してる、してるんで、いやまあもう入って、まあすぐまあ4場所ぐらいで関取上がったんで、まあみんなももっとなんかみんなと抜かされちゃってるんで、出世スピードで、まあみんなやっぱ追いつこうと思って
結構頑張ってるんじゃないですかね、はい、頑張ってると思います、技術な面ですごいですね。あ、そうなん。タイミングっていうんですかね、速さもあるし、小兵の相撲じゃないですね、もう相撲が。あ、そうなん。はい、ちゃんと押し相撲ですね。もう下の人とも話してくれるんで、上の人とかじゃなくて、たまに下にも気遣って話しかけてくれたりするんで、本当欠点とかない気がするんですよね。完璧じゃん。です。あ、ここを。いや、ごめん、やっぱうまい。ごめん、やっぱ。じゃあ、体作りで一番気をつけてることって何ですか？野菜ですか？野菜食べるようにしてるんですか？野菜は極力毎日食べようとする。でも野菜もほんとちょっとしかない。いや、この後はい。買ったりしますから。ああ、そうなんですね。取り組み相手が決まって相手のことってどのぐらいこの予習するというか勉強するというかどういうことするんですか？でもまだなんとなくはい。古口わかるんで、そんな何本も動画見たりはもうしないです。今までいろいろ見てきてる経験があるからはい知識があるからあんまり見ない。そうですね。で決まったら割とすぐこの相手だからこういう立ち合いでいこうみたいなのはすぐ決めるんですか？そうです。大体は。それがどっかの時点で変わることってあるんですか？なんかそうですよ。決めてても、はい。例えば手つく瞬間とかに変わったりとかはしますね。なんか、それは直感ですか？なんかやっぱり土俵下いるときは相手の顔って見てるんですか？見れないです。見れない。はい。なんか花道取ってる時に、はいパッチラッと見て、対戦相手が合ってるかどうかの確認だけします。合ってるかどうか。もし間違ってどうしようみたいな。見れないっていうのは何ですか？要するに怖いんです。すいません。たまにバーって飛ぶ変化するじゃないですか。まあ今はしないんでしょうけど、昔ああいう練習とかしたんですか？めっちゃしました。あ、そう。学生の時に。高校の時とか。高校の時に。変化の練習めっちゃしそうなんですね。でもめっちゃうまかったっすよ。みたいな。よっしゃい。どうも調子。どうも調子。お腹いっぱいで。お腹いっぱいになった後はお風呂です。お風呂。今日実は4回目ですね。4回？ジムでも入ってきたんで。ああ、そうなんですね。行ってきます。はい。いってらっしゃい。はい。おはようございます。なんか今日長いですね。今日三田君の起きてから寝るまでの一日密着をあ、そうなんですか。はいさせていただいてます。大変だね。どうす。今から顔にごま油塗るそうです。いやいや。美容でやってるみたいそうでしょ。ずっと出てるっす。本当みたいです。それだってそんな綺麗なお花の。綺麗でもないですけど。食用？あ、そう。気になりますよね。普通のごま油。食用。ああ、匂いしないやつ。あ、匂いしないです。はい。あるんですよ。はい。失礼します。すごい。そのなんか女性がよく使うようなコットンですか？いや別になんか、はい。自分の母親に
帰省した時母親に使ってみてって言われて、そこからずっと続けてます。へえ。それは今のはこれ普通の拭き取り化粧水。化粧水。その美容別にこだわってもないですけど。いやでもこだわってるように見えますよ、その塗り方は。いやほんと普通コットンってこうらしいですよ。これルーティンなんですよね。これです。それが噂のごま油。冬ははい乾燥するじゃないですか。はいはいはい。めっちゃ塗るんですけど、夏はそんななんでちょっとだけ手にやってこんなんでいいっす。おお、テカってる。テカってますね。これです。これ完了です。これで完了。あ、じゃあ乳液の代わりにごま油みたいなことですか。そうっす。へえ。体に塗ってもいいんですね。体に塗っちゃいます。まあでも肌が綺麗だからでも本当効果があるってことですよね、多分。そうっすか。これで終わりです。もうこれ普通に買えるごま油なんですか。普通に買えます。市販です。すごいいっぱい。ラーメン。ラーメン。今日はラーメンなんですね。師匠が、北海道旅行行けなかったんですけど、その時の師匠がお土産でラーメン買っていただいて。カニのラーメン。はい。今日はこれ食べます。なんで行けなかったんですか。身内に不幸があってちょっと行けなくなっちゃって、俺とあと、ウニとイクラも買っていただいて。ああ、そうなんですね。三田関は親方のどういうところをリスペクトしてるんですか。男やっぱ場所中とか本当食らうようなと言ってくれる。食らうというかなん響く気合入りますね。例えばどういうことですか。でそれは内緒です。それは僕に使う。それは僕に使う。それ知りたいですけど。いやそれ僕だけです。いや1個ください。僕はやっぱみんなの支えてくれてる皆さんのために恩返ししたくてこう頑張ってるっていうのはあるんですけど、場所中1回食事しながら2連敗して、もうなんか師匠が俺のために勝つとかそういう考えなくていいからみたいな、自分なんてそういうことなんかパッてそんな気を背負わなくていいみたいな、気持ちがふっとなんか楽になった。300cc って学校の給食が200したね。学校の給食？学校の牛乳多分200だった気がします。ちょっとわかんない。いや200っす。お部屋入ってよかったこと。どうだったんですか。アットホームみたいな。こういうやつもいますからこういう19歳です。19歳です貫禄があるね。あるんですか。貫禄ある。いつも本当お世話になってるんで。こちらはそうです。そうカロリー計算っていうのは特にしないんですか。しないです。なんとなく腹の満たされ具合みたいな。いや満腹だったらいいです寝る前満腹だったら、よし寝ていいみたいな。よし今日も一日頑張った生田目関は明日が手術。そうです。なんか連絡しました。しました。今日何送ったんですか。頑張って自分もやっぱ膝怪我して手術したんでまあある程度のことは分かる。それのこととか、膝手術したらやっぱ一日ずつやっぱちょっと良くなってくるんですよ。こう曲がるようになってきたり体感として分かるんですね。とか腫れがどんどん引いてきて、
リハビリがなんか楽しくなってきたんで、最後の方良くなってくんで、歩けなかったのが、歩けるようになってくるので、嬉しかったです。しかもリハビリ地味なんですよ、膝の。そういう地味なことがでも一番大切って自分もリハビリの先生に教わったんで、それも言って頑張って安心してみたいな。前昇進記者会見直後に話した時に、ご両親にプレゼント考えてますって言ってたじゃないですか。あれどうだったんですか？まだ送れてないです。あ、そうなんですか。でも言いました、何送るかって。あ、もう直接。なめてました、値段。見に行ったんですよ。ちゃんと店員さんにこういうのが欲しいって見に行ったら、びっくりして謝りました。すいませんでした。出直してきます。それもう聞いてんですか？何を送ろうとしたんですか？マッサージチェア。あ、マッサージチェア。両親も喜んだんじゃないですか？欲しい。待ったらなんかずっとなんか欲しいって言ってたんで。でも夜食はでもちゃんと自分で作ってるんですね。そうですね。いただきます。毛ガニっす。大丈夫ですか？本場所で自分の相撲のこういうところを見てほしいみたいなんてあります？立ち合い。立ち合い。立ち合いって何種類ぐらいあるんですか？いや、何種類かって言ったらやっぱそんなんないですけど、スタンダードはやっぱ、前に当たるとか、それ今回はそれ中心に頑張ってて。1杯目。今はもうお腹いっぱいですか？まだいっぱい。結構やばい。タラバうまいっす。こんだけ汗拭いてもしっかりとぬめってるんですよ。ごま油塗ってるから。保湿力高いんで。普通の化粧水だったらもうこんな汗かいたらもうないですけど、ごま油ぬめってる。完食。米っす。米。いいよ。そっちも？もちろん。お、すごい。味違います？味全然違います。完食するんですね。麺の後の米。もう食えない。これで今日はもう食べるのは終わり。あとヨーグルトだね。ヨーグルト？普通のプレーンヨーグルト。
でも1年ほぼ2年ぐらい毎日食ってるんですよ。ヨーグルト1個。そっからなんか変わりました？いや、わかんない。昨日も。はい。でも体調崩れにくくなったというか、あるっすね。学生の時なんかしょっちゅうなんか風邪みたいなのがあったんですけど。完食。よいしょ。もうきついね。ちょっともうなんかさっきより出てる気がする。やばいっす。夜食そんなタンパク質なかったですね。麺だけですもんね。ほぼない。ですよね。だからちょうどいいですよ。じゃあプロテイン何回飲んでるんですか？朝一、稽古後、ジムと寝る前。4回。これでもうルーティンは終わり。そうそう。あとは歯磨いて出ます。寝るのは何時ぐらいですか？今夜食食い終わって、この時間なんで11時から11時半ぐらいにだいたいいつも寝て寝ます。明日のまた6時半前に起きてとか、でこういうのを毎日繰り返してる。そうですね。なんかこれ見てくれてる人で、相撲をこれからやろうかやる前か、大相撲の世界に入ろうか入る前かみたいな悩んでる人たちに向けて何か一言いただいてもいいですか？この大相撲の世界は、そんな楽な世界じゃないんですけど、やっぱ稽古した分だけ成果が出るというか、やっぱ強くなって上に上がれる世界なので、可能性はやっぱ無限大にあると思います。最初は不安があると思うんですけど、始めるとか、この世界に入るなんですけど、自分もすごく不安だったんですけど、一歩踏み出したことによって、今の自分があると思うので、その一歩を踏み出してもらえたら夢は広がると思います。厳しいですけど、後悔するよりは絶対に入って後悔した方がいいと思うんで、やってからですね。自分もそういう気持ちで行ったんで、入んなかったら後悔するだろうなと思って思ってたんで、相撲の魅力ってどんなところですか？そのやったプレイヤーとしての。僕としてはもう体が小さいんで、やっぱそれこそ大きい相手倒した時の歓声、本当気持ちいいですね。それからそうですね、やっぱ真っ向勝負で勝った時とか、本当なんつうんだろう、気持ちいいですね。クワーってなります。他じゃなかなか味わえないような。味わえないですね、これはやっぱり。じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。あともう寝るだけですね。寝ます。わかりました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。